これを知るためには膨大な練習がいるんですね。で、何かを知るということはそれだけたくさん経験をしてなければいけないんですよ。例えば私たちが学校でさまざまなことを勉強してきましたよね。けれどもこれは知識を得たということであって本当に分かった本当に学んだということではないことが多い。そのいろいろな知識を本を読んだりそれからいろいろなことをですねいろいろ見たり YouTube で見たりしてさまざまなノウハウみたいなものと世の中にあふれてるじゃないですか。でこれはこういうふうにしたらいいこれはこういうふうにしたらいい、ね、もちろんそれは役に立たない方は役に立つんですよ。でも本当に自分が分かるそのことを理解してそしてそれが使いこなせるとかそれが自分のものに本当になるっていうためには自分で身をもって体験しないといけないわけですよね。でこの親切があだになる自分では良かれと思って親切にしてるんだけどもそれ相手にとってはこの親切では全然ないむしろおせっかいだって言われるようなことこれはこのね人間関係の機微というのはこれほど難しいことはないから人間関係の悩みっていうのは尽きないんですね。じゃあ人間関係のこうしたことがさじ加減が上手にできるようになる、ね、っていうためにはどうしたらいいか。これはもちろんいろいろなものを本を読んだりとか知識をつけたりということも重要ですけどたくさん経験してたくさん失敗して葛藤する中で学習していくことなんですよ。だからトラブルを避けて小さい時からね人との関係っていうものの中で揉まれて育ってこなかった人あるいはそれを自分で避けてきた人っていうのは大人になってからどうやって人と関わっていいかわからないんですよね。何度も一問一答でも登場してますけどうちにももちゃんっていう可愛い柴犬がいるんですね。もう結構なおばあちゃんなんですけどでもももはとっても可愛い子でお寺に生活している分には全然こう何も問題はないんですが一つ欠点があってやっぱりこうお寺がその地域とこう離れていてお寺の中で散歩したり散歩しなくても勝手に時々逃げて山中走り回って帰ってきたり街中出て行って警察にお世話になって引き取りに行ったりということが時折あるわけですがお寺の中だけで散歩も完結してしまう。そしてお寺の中で、私たちと普段生活している、ね、で、その分その少し地域とも離れているからフィラリアなんかにもかかりにくいんですね。フィラリアってこう顔を通して、ね、こう媒介して感染してしまうのでそういうものにもかかりにくいから結構ねお寺でずっとこれまで飼ってきた犬とか動物たちは長生きなんですよ。ね、で、別に彼らもそれなりに幸せに生活してるんだろうと思うんですけど唯一そのももちゃんに欠けてることって何かっていうと社交性なんですよ。小さい時から他の犬たちとかね普段皆さんだったら犬飼ってたら公園に散歩に連れて行ってばそうすれば必ず他のワンちゃんたちに出会うわけですよ。でそういう時にねこうしつける機会があるんですよ。それで他の犬たちとの関係っていうことが上手にできる。ところがももちゃんとっても可愛いんですけどももはね残念ながらその社交性に非常に欠けるんですね。他の犬たちとどう付き合っていいかとかどう関わっていいかっていうことを学んでこなかったんですね。だからその他の犬が来るとねもう勝手に一人だけ興奮してやったりする。他の犬をちゃんとお利口さんしてるんですね。だから本当にねそういう姿を見るとねやっぱり人間も同じですね。小さい時からいろんな思いをして嫌な思いをもしたり、ね、自分がせっかく親切と思ってやってあげたことがね相手にとってはものすごくこうそれは迷惑に思われてたりとかねでそういうことってあったりするじゃないですか。私も忘れられないことがあるんですけれども子供の時に私のお師匠さんがハワイのですね日系南西っていう方々が向こうにおられるじゃないですか。でその方々にラジオで仏教放送仏教に関しての何かこうお説法をするっていうね企画があってそれに呼ばれていった時に私もついていったんですよ。
で向こうで現地でいろんな方々と知り合いになって、私も子供だったのでお家に招かれてですね、小さい子供もいるからということで招かれて、そこの家に泊まらせていただいて、そこの家の子たちともう本当に楽しく遊ばせてもらったんですね。で夜も一緒に寝て、忘れられない思い出なんですが、でもその時に私より年上の子もその家にいた、年下の子も家にいたんですよ。でご飯を食べてね、で本当にもうみんなでパーティーみたいにしてもらって、よくしていただいて、お腹いっぱい食べて、布団で一緒に並べて、横に布団を並べて寝たんです、子供たち同士で。言葉はそんなにわからないけれども、子供同士ですからキャッキャキャッキャやって楽しく交流させてもらったんですけど、その寝る前にですね、私が私も嬉しくってね、興奮してたこともあるんでしょうけれども、私より年下のね、子がすごく懐いてくれて、私の横で寝たいから横に寝てたんですよ。で横に寝てる時になんかくだらないこと言って笑ったりしてたんですが、お腹をですねブブブブってこう揺らしたら、そしたらいっぱい晩ご飯食べて、でもうジュースなんかもいっぱい飲んだので、お腹がポチャンポチャンポチャンってこうなんかタプタプって音がするんですよ、お腹の中で。で私もお腹揺らしたらそんな音がするっていうんで、みんなで耳をお腹にくっつけて、このお腹の揺れるね中で、音がするのを楽しんで、みんなでそれを喜んでねやってて、でそんなことでやってるうちに寝てしまったんですよ。で翌朝その子がなんかお腹が痛いっていうようなことを言ってぐずってたんですね。でそれのどうしてなのかっていうんで、向こうの家の人とか、その家のメイドさんみたいな方がおられてがですね言ってきて、私に何かこう強い口調で何か言ってこられたんです、そのメイドさんみたいなおばちゃんがね。でなんだろうって、それ分からなかった、最初ね分からなかったんですよ。でもどうやらあんなに楽しく遊んでいたつもりで、私はその子が喜ぶからと思ってお腹を揺らしたらチャポンチャポンと音がして喜んでたところが、あいつがお腹を揺らしたからお腹が痛くなったんだっていうふうにして、そのメイドさんとかに話して、でいかに私が意地悪をしたかっていう話になってたんですね。で今でも忘れませんけれども、その時私も子供だったので、よくどういうことなの、私はその子が喜ぶで一緒にキャッキャやってたはずなのに、私がこう散々そうやってその子と遊んであげてたつもりになっていたのが、実はすごくその子にとっては迷惑だったのか、お腹が痛くなった結果そうやって言ったのかっていうことがあって、でたわいない話ですけど、これね大人になっても同じなんですよ。その人が喜ぶと思ってやったことが、実はその人にとってはそんなに喜ばしいことでなかった。で何が言いたいかって言ったら、こういう細かい話からね、もっと大きなかなり後々のしこりに残るような形で自分の親切があだになってしまうというようなこともあったりするんですが、そんなね小さな失敗とかやり取りとか、自分がこう思ってやったことが相手にとっては決して望ましいことじゃなかったんだな、それは欲してなかったんだなって思うっていう、ものすごくたくさんの経験を積み重ねていったり、あるいは自分が誰かに親切にしてもらって、すごくこんな形での親切ってあるのかっていうことを学んだりするわけですね。とにかくこれをですね、いろいろな体験を通していって、本当にその人にとっての親切ってどういうことなんだろうってことが分かるようになってくるんです。このためにはすごくたくさん練習が必要なんですね。でまたその親切っていうのは立場によっても変わりますでしょ。ね、例えばよく私スポーツが分かりやすいので例に出すんですけども、スポーツのトレーナーがですよ、トレーナーさんがその人が本当に全日本大会で優勝したいとかオリンピックで優勝したいって言った時に、ね、もういいよ、辛いでしょ、練習なんかしなくていいよって言ったら、これ親切ですかって違うでしょ。ね、もう相手がもうやめて、もう勘弁してくださいって、そっからやらせないといけない。ね、っていうことがあったりしますよ。ね、ですから親切って何なのか、これはね本当に経験をしながらその人にとって本当にその人が
にとってその利益になること、メリットになること、その人が喜ぶことって何なのかっていう、そこに私が何かできることがあればして差し上げたい。でその本当の本質が分かるようになるためには、もう常に何が親切なんだろう、どうしたら相手は喜ぶんだろう、何が相手にとって本当に必要なことなんだろうっていう、その相手のウォンツではなくてニーズをきちっと見て、そして失敗をしながら、でも自分がね、そういう膨大な練習を繰り返していきながら、人の親切っていうのが分かるようになっていくんです。それができるようになっていくんです。だから親切っていうのは簡単なことじゃない。人に親切にできるということはものすごい練習が必要だし、経験が必要だし、それでいて相手が何を望んでるのかっていうことをちゃんと見抜くっていうことができないといけないわけですね。そうは言ったってなかなかそんな完璧に親切にはできませんし、もう私もできません。余計なおせっかいいっぱいしてしまうことは多いと思うんですけど、それが勉強だっていうこと、ね、そういうつもりで、たくさん失敗しながら、でもどうしたらこの人が喜んでくれることができるだろうか、それを考え続けるということが大切なのかなと思います。